公共交通機関である飛行機は、気負わずサクッと乗れる乗り物ですが、1万メートル上空を飛ぶということで、注意しなければならないことがいくつかあります。今回は飛行機に乗る前にやってはいけないこと、気をつけた方がいいことを6つご紹介いたします。皆さんはいくつご存知ですか？最後までチェックしていただき、ぜひ感想をコメント欄にお寄せください。なおこのチャンネルでは旅行や飛行機に関することを発信しています。ぜひチャンネル登録していただき、他の動画もご覧ください。まず一つ目は、有名なのでご存知の方も多いと思いますが、スキューバダイビングです。スキューバダイビング中に背負うタンクの中の空気は、約8割の窒素と約2割の酸素で構成されています。この空気を吸いながら水中に潜りますが、潜水中は周囲からの圧力で地上にいる時以上に体の組織や血液、体液に窒素が溶け込みます。ダイビング後は時間をかけてその窒素が少しずつ体外へ排出されますが、その排出の途中で飛行機に乗ると、空の上の機内は地上より気圧が低いため、体内の窒素が気泡になりやすくなります。その気泡が組織を圧迫したり、血液から酸素の供給を妨げたりして、関節の痛みや息苦しさ、めまい、吐き気、意識障害などを起こし、重症化すると死亡するケースもあります。一般的に1回のダイビング後は12時間以上、複数回や連日のダイビング後は18時間以上空けてから登場することが推奨されています。飛行機を使って移動し、ダイビングをされる方は、最終日にダイビングをせず、前日までにダイビングを終えるスケジュールにしておくと安心です。2つ目は抜歯です。抜歯をした後、飛行機に乗るのは少し時間を空けた方がいいと言われています。抜歯をしたばかりの傷口は安定しておらず、上空の機内は地上より気圧が低い環境になるため、人によっては痛みや違和感が強くなったり、止まっていた出血が再開したりすることがあるからです。通常の抜歯なら24時間から48時間、親知らずの抜歯の場合には1週間程度を登場まで空けるのが一般的なようですが、歯の状態や歯科医師の判断により違いがあるようなので、お通いになられている歯科医院で確認してからご搭乗ください。3つ目はタトゥーです。皮膚の広範囲に入れるタトゥーだけではなく、眉や唇に入れるアートメイクも入れたばかりの時に飛行機に搭乗する際には注意が必要です。機内は乾燥しているので、施術部位が乾燥しやすく、腫れたり赤みが出たりすることがあります。また、むくみによって施術部位が張ったり、痛みを感じたりすることもあります。そのため、施術直後の長時間移動は避けるか、十分に保護して乗るようにしましょう。4つ目は深酒、大量の飲酒です。上空は地上よりもアルコールの回りが2、3倍早くなるので、機内での飲酒には注意をされる方も多いと思いますが、地上だからといって空港のレストランやラウンジで大量に飲んでから搭乗するのは危険です。機内は湿度が 10% から 20% 程度と非常に乾燥しているので、脱水が進みやすく、気分が悪くなりやすいです。飛行機に乗る前の地上でも、いつもより控えめにしておくのが無難です。5つ目は、腸内にガスが溜まりやすい食事です。
飛行機内では気圧が地上より低くなるため、腸内のガスが20から30% 膨張すると考えられています。そのため、もともとガスが発生しやすいものを食べると、お腹が張ったり苦しくなったりしやすいです。腸内にガスが溜まりやすい体質の方は、搭乗前の豆類やブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、玉ねぎなどの野菜、乳製品、リンゴや梨、キシリトールなどの高アルコール入りのガムや飴、炭酸飲料の大量摂取などは控えた方がいいでしょう。最後に6つ目、鼻づまりや体調不良、寝不足です。鼻づまりのまま飛行機に乗ると、口腔性中耳炎になることがあります。点鼻薬を使用したり、離着陸時にガムを噛んだり、飴を舐めたり、バルサルバ法という耳抜きをしたりして対策をしましょう。バルサルバ法は鼻をつまんで口を閉じ、息むように息を吐き出す動作のことです。あまり強くやりすぎず、ゆっくりと行いましょう。特に気をつけていただきたいのは、着陸に向けて高度を下げるときです。離陸して高度を上げるときは、耳の空気は自然に外に抜けやすいのですが、着陸に向けて高度を下げるときは、外から押される力が強くなるため、耳の中の空気がうまく逃げにくく、鼻が詰まっているとより空気が逃げられなくなるため、耳が詰まり痛くなりやすいのです。飛行機が着陸に向けて高度を下げ始めるタイミングは、国内線などの短距離路線では着陸の約15分から20分前、国際線などの中長距離路線では着陸の約20分から30分前となることが多いです。耳が痛くなる前から対策を行って備えましょう。体調が優れないときは可能な限り搭乗を延期しましょう。10年の乗務員生活の中で機内で倒れる方を何人も見かけました。倒れた時に肘掛けや棚にぶつかり大怪我をされている方もいました。体調不良に加えて睡眠不足の時も要注意です。機内で倒れたり具合が悪くなられたお客様の話を伺っていると、徹夜明けで飛行機に乗ったや過密スケジュールの海外旅行ツアーで睡眠不足だったとおっしゃる方が多くいらっしゃいました。フライト前に完全に整えることは難しいかもしれませんが、自分が寝不足であることを念頭に置いて、機内で立ったり座ったりする際には、ふらつきがないか確認しながら行動しましょう。飛行機に乗る前にやってはいけないこと、気をつけた方がいいこと、いかがでしたか？飛行機は決して特別な乗り物ではありませんが、環境が地上とは違います。ぜひご自身の体調と向き合いながら搭乗してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。